みんなで頑張るぞ。じゃあ、交流会、最初シールっていうアツが提案したゲームをやって、それすげえ楽しかった。てか俺もやりたかった。それ俺絶対カード投げで絶対勝てたと思う。交流あれでね、多分みんなすっごい仲良くなるんだ。でもなんだろう、ゲームによって参加者の方たちがすごい仲良くなるんだよね。でもなんだろう、俺たちはそのゲームに入ってないわけだから、まだゲームが終わった後もある程度距離感はあるんだ。でもその後ちゃんとグループに分かれて、ディスカッション形式で交流会をやるわけで、その中で結構なんだろう、フランクになることで、そこでようやく交流会の目的であるその学生と俺たちの敷居を下げるっていうことができたかなって思います。いきなり説明会から入ると、やっぱりなんか教授が何かを言って生徒がそれを聞いてなんかメモを取るみたいな、なんかそういう一方的ななんだろう、関係になっちゃってたのを感じたので、もっとブラックマって実は別にそんな感じじゃなくて普通の大学生だよっていうのをすごい伝えたかったし、なんか自分もリラックスできて、みんなの意見とか聞いたり自分の意見も言ったりできるので、やっぱりなんか緊張感もなくて、そうですねなんかもう本当にもう彼らをもっとよく知れる、もういい環境が、作られがなんか保られて、なんかできてるとは思います。なんかできてるとは思います。そうですねまずなんかゲームをしたから、そのブラックマンの人たちだけじゃなくて、同じ海外進学っていう夢を持った、同年代の高校生とのつながりを作ることができたから、なんだろう、その多分海外進学を日本でするとすごい一人ぼっちで辛いこともあるけど、そういうのを分かち合える仲間もできたし、ブラックマンの人たちがすごく面白くて、海外にもすごく興味を持てるようになったので良かったと思います。パンフレットとかに書いてないような生の声とか、ちょっと人生のこととかもいっぱい知れたんで、もう本当に来てよかったです。2日間を通していろいろ話す中で、ブラックマンの皆さんが私のすごい憧れの存在になりました。今日と昨日と会えるのすごく楽しみにしても会ってみたら初めて会ったのにすごい熱心に話聞いてくれて、もうなんか自分のことこれからもうちょっと考えようと思います。ありがとうございました。あれだよね、留学を一つの選択肢として高校生に捉えてもらいたい。でそしてその留学っていうものをもっと身近に感じてもらって、その上で自分の進路の一つとして捉えてほしいなっていうのが一つかな。英語ができないっていうことを強みに変えていく。どちらかというと留学云々よりも日本の学生に自分の毎日に意味を見つけてほしいなっていうのが一番大きかったかなっていうの。あなたという人間がどういう人間なのかというのをさまざまな角度から見ていく。自分はこういう生活をすることを選択しているのかなっていうのを問いかけてほしいなって思った。でその上で
意味を見つけた上で留学をするっていう選択もあると思うし、そのまま楽しいことをやり続けるっていうこともあるんじゃないかなっていう、結構なんか、まあ、留学とはかけ離れてるけど、どっちかっていうと毎日の生活について振り返ってほしいっていうのが一番のメッセージかもしれない。とか説明聞いて本当人生変わりましたとか言ってもらうことを期待しているわけでは全くないし、はっきり言ってさ、例えば誰かそういった学生が留学したとして、確かに俺らがきっかけを与えたのかもしれないけれど、きっかけなんて本当のきっかけに過ぎなくて、そこからあとはみんな個人の頑張りで掴み取ってるわけじゃん。留学っていう結果にしろ何にしろ。ブラックマンとかよくわかんないことをあいつらやってるけど、俺の方が4年後面白いことやってるぜとか言ってくれる高校生がいたら俺は一番嬉しい。大学行ってからより自分をスキルアップさせるためにもうすっごい頑張って勉強している様子とかを聞いて、すごくそういう姿がかっこいいと思えたし、人としてアメリカの大学に行く素質があるし、そこに行くことを望んでいる人たちのための説明会だった気がします。今まで自分が持っていた留学の観念と本当に留学とは何だろうかってことをすごく知った気がします。であとは留学において自分が何なんだってことを知ることがすごい大事だなって感じました。なんか詳しくなんかこの留学のなんだっけ奨学金のこととかもいろいろ知れたので、自分でも行けるチャンスあるのかなって思えたので、これからもっとなんかそういうのに向けて英語力を高めていけたらなって思いました。今回のブラックマンの説明会によって私の留学への対する気持ちがさらに高まりました。とても親近感の湧くプレゼンでした。ありがとうございます。昨日と今日ブラウン大学の学生さんたちと交流してアドバイスもいただいて、なんかこの普通の沖縄の高校生でもどうにかして挑戦できるんじゃないかなっていう思いになりました。今回のプレゼンテーションを聞いて、これからも自分が愛を持てるものに一生懸命頑張っていきたいと思いました。ありがとうございました。留学、そこに愛はありますか？ご清聴ありがとうございました。